笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ 4PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士かつケアマネージャーでもあるひでちゃんです。今回はパーキンソン病の歩き方の特徴についてお話ししていきます。皆さんは小刻み歩行やすくみ足、または突進歩行などの出現に日々頭を悩ませていらっしゃると思います。どうにかこの歩き方が改善されないかと、いろいろなリハビリの情報も探して、結局どれが一番自分に合っているのだろうと、悶々とされる日々を過ごしているのではないでしょうか。ですが、実は歩き方の問題には、このリハビリだけを実施すれば良くなるというものは存在しません。私自身もいろいろな文献を漁った中で、このトレーニング法のみを実施すれば、歩き方が改善されて、日常生活で唐突に出現する歩行の問題が解決したというものに出会ったことはありません。というのも、すくみ足の動画やボリューム3のパーキンソン病の進行についての動画などで述べた通り、パーキンソン病では無動、心線、筋狭合、姿勢反射障害という運動症状以外にも、肺葉症候群を招いたり、抑うつや不安などの非運動症状などが出現し、複雑に絡み合っています。無動も心線も筋狭合もバランスの問題も、それぞれ出現の度合いに差はあれど、進行に伴って皆さんに生じる症状です。歩行の問題もこれら複数の主要症状群に付随して生じている可能性が高く、一つの歩行の問題に対して、このリハビリだけを実施すれば良くなるということは難しいのです。今回はパーキンソン病に出現する歩行の問題、その特徴、原因として考えられるもの、そしてその歩行の問題に対してどのようなリハビリが必要なのか、最後に根本の基底核の機能に関わるリハビリ、また代償的な手段についてお話をしていきます。この動画を見ることで、それぞれの歩行の問題に対して、どのような考え方をして、どのようなリハビリを選んでいけばよいのかということがご理解いただけるような内容になっていると思います。パーキンソン病は様々な情報から自分自身の問題に対しての解決法を考えていく、選んで計画を立てて実施していくことが苦手な疾患です。ですので、この動画を見ていただいて、お悩みに対して悩んでも仕方ないこと、盲目的に取り組むべきこと、選ぶべき介入法、その取り組み方について少しでも頭をすっきり整理していただけるよう解説していきたいと思います。このチャンネルでは、このようにパーキンソン病に効果的な運動や有用な知識をお届けしていきますので、継続してみたいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また、公式 LINE では最新動画の情報や、どの運動をどの程度行えばよいか、リマインド的にお伝えしますので、このチャンネルの概要欄にある公式 LINE リンクから登録をお願いします。まず、本題に入る前に、リハビリに関しては、基本的に同じ介入法を3ヶ月や半年単位で続けたときに、効果があったかなかったのかを評価します。何かの施術を一度実施すれば劇的に良くなるという介入法は存在しません。重要なのは紹介されているリハビリが危なげなく実施できるか、正しいやり方で実施できるか、そしてそれを続けられるかが重要です。各々のリハビリを実施する上で気をつけることなどは、私の運動プログラム動画でご説明しているかと思いますので、注意喚起に従って実施していただきたいです。では、本題であるパーキンソン病の歩き方についてご説明していきたいと思います。まず、小刻み歩行、すり足歩行ですが、これは無動を反映している症状です。無動とは、一つ一つの運動が小さくなる、速さも遅くなる。その結果、一つの運動をやり遂げるのにかかる時間が延長してしまうという症状で、一つの関節だけではなく、体の多くの関節を使う運動で顕在化されると言われます。無動を反映する歩行の特徴は、歩く速さの低下、歩幅の減少、これが小刻み歩行にあたります。
そしてすり足、体の回旋、ひねる可動性の低下、腕の振りの減少などがあります。運動の大きさが小さいというのを表すものとして、パーキンソン病の方が歩いている時の関節の角度についての研究がありますが、その結果は足首が背屈していない、膝が伸びていない、股関節が伸びていないというのが顕著で、その他重心移動をした際の股関節の内外転が小さい。内外転とは足を内に入れたり外に開いたりする動きのことです。あと、股関節の回旋角度、骨盤の回旋角度が減少していたと報告されています。さて、これに対してどのようなリハビリが考えられるでしょうか。足首が硬いから足首だけとはいきません。足首、膝、股関節、体幹、上肢、首などの全身の可動性の改善が必要です。関節が大きく動かせないという結果、筋力低下を起こしている関節には筋トレをする必要があります。体を伸ばして立つと後ろにバランスを崩しそうになる方は、前後への重心移動能力、左右にも重心移動できる能力、片足立ちの能力など全般的なバランス練習も必要です。また、これらの可動性や筋力やバランスを実際の動作の中で練習した方が効果的ですので、寝返りや起き上がり、立ち上がり、歩行の姿勢をとってステップを出す練習などと、この小刻み歩行だけでやらなければならないことがたくさん出てきます。よく患者さんから小刻みな歩行になってしまうんですがどうすればいいでしょうかなどと歩行の悩みを質問されるのですが、小刻み歩行だけで先ほど言った以上の問題点が考えられ、これを全部伝えてもなぁと、これをやったらいいんだよと端的に説明してあげられないことが私自身にとっても悩みでした。ただ、やらなければいけないことをここからもつらつらと挙げていきますが、どのように考えて何を実施するか、選ぶべきかを後ほどご説明します。続いて突進歩行です。突進歩行とは、体幹を前傾させ、歩き出すと次第に小刻みになり、小走りに移行する傾向だと言われます。前に重心が変異しているため、これに対してバランスを取ろうとし、次々足を出しているうちに、次第に歩行速度が速くなっていってしまい、小刻みに前方に突進し、止まれなくなっている状態です。この加速歩行によって上半身が前方に投げ出されて顔面を強打するような転倒に至ることもあります。どうして加速するのかですが、前に体幹が倒れた状態で足を後ろに蹴りつけると床反力といって床から押し返す力が前方に向きますので、用意ドンの状態と一緒でどんどん前方に加速されてしまうことになってしまいます。この現象は下り坂ではより顕著になり、上り坂では和らぎます。加速歩行の原因は決定的にこれとはまだ分かっていないのですが、まずは小刻みな歩行になってしまうという点でブドウの影響、系列効果といって基底核の機能の問題、バランスの問題、注意の問題などが考えられています。続いてすくみ足です。すくみ足とは、前方に進もうと足を持ち上げようとしたときに足が床に張り付いたように動けない状態と表現されます。2010年のインターナショナルワークショップオン FOG によると、すくみ足を歩こうとする意思があるのにもかかわらず、短時間で時折生じる下肢の前方への進行の欠如、または著しい減少と定義されています。すくみ足の動画でご説明した通り、このすくみ足の病態整理はパーキンソン病の他の兆候よりも複合的であり、四大運動兆候とは独立したパーキンソン病の5番目の兆候として捉える向きもあるようです。その特徴としては、1、足が地面から離れない、またはわずかに浮く。2、そして3から 8Hz の頻度での下肢の震えが生じる。3、すくみ足に先行して歩幅の減少を伴った歩行率の増加が見られる。
歩行率というのは時間に対しての歩数ですので、小刻みに歩数が増していき、ある時急に一歩が出なくなるという状態です。4、床に足が張り付いたような主観的な感覚を伴う。ご自身でも床に張り付いて離れないという感覚があるということです。5、視覚的、聴覚的といった種々の手がかりによってすくみ足が改善する。6、すくみ足の出現は非対称的で、片方の足に強く出現する。これによって左右どちらかの方向転換の方が行いづらい状況となる。こういった特徴があります。このすくみ足が起こる原因ですが、無動やバランスの問題などの運動機能だけではなく、認知や情動、精神的なものなどが複雑に絡み合って生じています。具体的には運動機能としては、まず姿勢をまっすぐに起こす全身的な可動性、そして歩くときに最初の一歩を出すためには反対側へ重心移動しなければならないので、反対への重心移動を大きく行う能力、重心移動をしてもバランスを崩さないでいるためのバランス能力、支えている方の片足立ちができる筋力、そして体重がかかっていない方の足を一歩出すのですが、出す側の下肢の可動性などが必要となります。よって全身的な可動性、筋力、バランス、動作の中で大きく重心移動することなど、小刻み歩行と同様、全般的な運動機能の要素がほぼ全て出てきました。すくみ足の場合は、これに加えて精神的な緊張や認知機能、注意機能、遂行機能、自動的に運動を行う機能、感覚機能など、いろいろな要因が組み合わさって生じているので、先ほどの運動に加えて、机の上で紙と鉛筆を使って行うような注意機能や遂行機能をアップするトレーニングや、恐怖心を克服するために実際すくみ足が起こるシチュエーションでのトレーニングや感覚に対する治療など、考えられる治療は山ほどあり、その組み合わせも無限大になってしまいます。では、一つ一つの歩行の特徴、それに関わる原因、そして必要なリハビリの種類が膨大だということが分かっていただいたところで、結局どうしたらいいの？どれを選んだらいいの？と思われると思いますので、私自身はリハビリについてどのように考えていけばよいと思っているかをお話ししていきます。まず、柔軟性、筋力、バランス、非挙動作練習等は、今までご説明した歩行の問題に対して必要と思われるリハビリに全て出てきたと思います。確かにこの中でどれかだけだったら楽なのになと思われるかもしれませんが、これらは全て必要です。ですので、どれがいいのかなではなく、ストレッチ、筋トレ、バランス練習、非挙動作練習など全てをプログラム化してスケジュールに組み込んで、盲目的に基礎の土台として毎日行うことです。理由に関しては、先ほどお伝えしたように全て必要な機能だからです。私の体の状態に対してどんなリハビリがいいのかなと必死で情報を漁って、結局わからない、決められない、探すのにも疲れたとなる前に、これらのリハビリが必要なことがわかれば、とにかく先に動いてみましょう。全身的な柔軟性のために毎日ストレッチをし、3日に1回は筋トレをして、合間にバランス練習や非挙動作練習を行ってみましょう。これまで運動に積極的に取り組んでこなかった、運動は苦手という方もいらっしゃると思いますが、それは皆さんだけではありませんので安心してください。私は今、デイサービスで機能訓練を行っていて、70歳代から90歳代の利用者様の集団体操をしています。利用者様の中には脳卒中後の肩麻痺の車椅子の方やパーキンソン病の方もいます。皆さんコロナで外出制限も経て、どっと体力が落ちている中でしたので、30分程度動き続けるような体操を取り入れた時に、最初はストレッチの部分だけでもうしんどいわとおっしゃっていました。ですが、週2、3回をものの2、3週程度続けていると、一通りをなんとなくでもこなせるようになり、
半年以上経過した今では、しっかり姿勢を意識しながら30分を軽くこなしていらっしゃいます。このもともとあった疲れやすさがすべてパーキンソン病という疾患のせいや年齢のせいではないと思います。日頃の運動量が少なすぎる。特にここ数年は圧倒的に外出の頻度などに制限があったはずです。人間の体は二足歩行のための形で作られていて、じっと座っているのに適した骨格をしていません。座り続けていると体が硬くなり、首や腰もこわばり、肋骨が硬くなり、血液の循環も悪くなり、ちょっと動いただけでしんどい、息切れをするという状態になります。これからこのしんどさから解放されていくためにも、スケジュールを立てて毎日一つだけでも運動を実施する。たまには休憩したって構いません。また始められたら、再開できたら自分の勝ちだと思ってご自分を褒めてあげながら続けていっていただきたいと思います。そしてリハビリとして運動を実施するだけではなく、例えばテレビを見ているときにテーブルや椅子の背もたれを持ちながら立ってみたり、軽く足踏みをしながら見たり、食事を作るのも時間があるのであれば作るのに1時間、2時間かかったって問題ないと思いますので、休み休みゆっくりおいしいものを作ってしっかり栄養をとるなど、日々の過ごし方を少しずつ変えていっていただけたらと思います。かくいう私ももともと眼性疲労や腰痛や肩こりに悩まされていましたが、YouTube を始めてから台本作りや編集作業などで座ってパソコンをする時間が圧倒的に長くなり、目で見てすぐわかるぐらい姿勢が悪くなってしまいました。ですので、この動画の台本作りから立ってパソコン作業をすることにしました。今のところ非常に快適です。呼吸もしやすいですし、疲れたら歩き回ったりして肩や腰も楽です。パーキンソン病の場合は、立って作業することに関してはバランスを崩す可能性がありますので、後ろにすぐ座れる椅子を置いておくなど環境設定は必要ですが、日々ゆっくりでも呼吸をしながら動き続けるという意識が大事です。パーキンソン病の方は真面目で勉強家ですので、その考えている時間を少しずつ動く時間へシフトしていって、日々精力的に活動しながら、講演会にも毎回外出して出席していけるような体づくりをしていきましょう。では、基礎的な身体能力に必要なリハビリについては今述べた通りですが、根本的なところに介入できるかどうかはどのように考えたらよいのでしょうか。それはつまり、パーキンソン病で障害される基底核の機能に対してです。今までのところは、すでにパーキンソン病で障害された運動機能を維持・改善していくために何をすべきかでしたが、ドパミン神経の可塑性を促せるかどうかの問題については、どのように考えていくべきでしょうか。まず、医学的には再生医療・遺伝子治療の研究が進んでいて、近い将来、パーキンソン病の進行そのものを抑制できる治療法が解禁されていく可能性があります。まず iPS 細胞はドパミン神経そのものを作成し脳内に移植するというもの。遺伝子治療は L ドパをドパミンに変化させる酵素を作り出す遺伝子を患者の脳に与えてドパミンの産生を改善させるというもので、今現在上市されるのを待っている段階です。これは治験が滞りなく進むのをお祈りするばかりですが、ではリハビリについてはどのように考えればよいのでしょうか。これは脳の可塑性、つまり脳の神経細胞が変化して新たなネットワークを築くことでその変化が持続することを指しますが、これを信じてリハビリを行うのか、それとも代替手段として私の動画でお勧めしたような聴覚刺激のような外的球をとことん日常生活にすり込ませるかのどちらかだと思います。まず神経の可塑性、つまりパーキンソン病の場合でいうと、運動の自動性の回復を目指してリハビリを行う場合から説明します。パーキンソン病のリハビリで脳の神経を修復してくれたり、
脳内の運動回路が再構築され、運動機能の改善が促進されると証明されているものはないのですが、一番それに近いところにいるのが LSVT ビッグだと思います。LSVT ビッグはアメリカで開発されたパーキンソン病の症状を改善するためのリハビリテーションプログラムです。このプログラムは運動を行うときに、とにかく運動を大きい動作で取り組むことだけに焦点を当てて、決められたトレーニングプログラムを1回1時間程度、週4回、約1ヶ月行うというものですが、この LSVT ビッグを実施した前後の脳画像上では、パーキンソン病で障害されている脳の部分の活動性が増加して、運動機能の向上が図れたという研究もあります。まだその数は限られていますが、リハビリの分野において、パーキンソン病の脳の神経の可塑性を証明してくれるかもしれない治療法の一つです。特に LSVT ビッグは、軽症から中等症のパーキンソン病に有効とされており、パーキンソン病と診断されれば、この治療法を試すのは早ければ早いほど良いと思いますので、1ヶ月超の入院と拘束時間は長いですが、ご興味のある方は LSVT ビッグを実施している病院を検索されてみてください。ただ、私自身 LSVT ビッグを実施している時に感じたのが、このトレーニング法はきついです。私でもきついです。この資格を取る時に教えてくださった講師はアメリカ人ですが、1時間ずっと立って、もちろん患者さんも立ちっぱなしで、休憩も座らずに立ち話をしながら水分を摂取して、そしてトレーニング内容はご自分の最大の努力を発揮して運動し続けるというもので、常にテンションも高いです。ですが、私が実際に実施した時は、日本のパーキンソン病患者さんで、痩せの部類に入っている方が続いて、きつすぎて疲労が抜けない、むしろよりしんどくなっていってしまっているのではという状況でした。海外でこのトレーニングを受けている方は、体格も良く、見るからに全身状態は健康そうな方でしたので、栄養状態が全然違うなと感じました。ですので、このトレーニングに挑戦したい方は、まずご自分の栄養状態を改善して、しっかりと栄養をとる習慣をつけて、入院に臨む際も運動後の栄養補給ができる手段を確保して臨んでいただくのがいいかと思います。そしてもう一つが外的急です。これは基底核が障害されているパーキンソン病の脳の可塑性を促す手段ではなく、小脳を経由した経路を使って代償的に運動を正常に近づけようというものです。すくみ足の特徴のところでご説明しましたが、すくみ足は聴覚刺激や視覚刺激などを使うと改善されるという特徴があります。この外的球は、すくみ足だけではなく、小刻み、すり足、加速歩行にも有効とされています。問題は、どれくらいの方がその効果を信じて、日々リズムに合わせて動く練習をしたり、自宅でリズムを聞いたり、外出時にリズム音を聞いているかです。私のおすすめの外的球は聴覚刺激ですが、リズムに乗って体を動かす、または今から行う動作をそのリズムに集中して合わせていくということ自体、誰でもできることではないです。ですので、まずリズムに合わせる練習をすること。いつ何時でもオンでもオフでもリズム音や音楽を聴ける、イヤホンなどを準備してリズム音を使える環境を整えるということが大事です。ただ、これをやらないといけないんだと義務的に行う必要はないので、ご自分のお好きなジャンルの音楽を楽しみながら、演歌がお好きであれば演歌を流すでもいいと思います。ただ、演歌の場合は夜桜お七とかお祭りマンボとか、少しテンポのいいものを選んで流していただくのがいいかと思います。もちろん、視覚刺激の方が有効だから視覚刺激でという方は、一歩を出すときにレーザーを使って乗り越えたり、棒付きの杖などを使って日々練習していただくのがいいと思います。どちらにしても聴覚刺激なら聴覚刺激、視覚刺激なら視覚刺激を使う練習をして、いつも使う。調子が悪い時だけ使うものではないので、使うとなったらとことん使ってみましょう。
最初にお伝えした通り、リハビリの効果があったかなかったかは3ヶ月、半年単位でずっと続けてみて、初めて結果がどうだったかを評価していきます。体に染み込ませるつもりで使っていきましょう。組足のためのリズム刺激の使い方や、どのような頻度で練習をしたらよいかなどは動画を上げておきますので、再度ご確認ください。それではまとめです。今回はパーキンソン病の歩き方、歩行の問題の種類、特徴、それに必要なリハビリが膨大であることもお伝えしました。その膨大さに対して盲目的にプログラム化されたものをスケジュールを決めて黙々と淡々と実施していただく必要性についてお伝えして、最後に基礎的な運動に加えて神経の可塑性、自前のドパミンを出すことを狙って LSVT ビッグなどのトレーニングに挑戦するのか、それとも代償的にリズム音などの外的刺激を日常の中に染み込ませていくのかのどちらかであるとご説明しました。今回の講義は以上です。このチャンネルではこれからもパーキンソン病に効果的な運動や有用な知識をお伝えして、パーキンソン病患者さんの励ましになるよう活動していきますので、継続的に見たいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。暑い日が続きますが、水分摂取、適切な室温調整をしながら、時間帯を選んでしっかり動いていっていただきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。